こんにちは。恐竜祭りへようこそ。今回の恐竜は、ゴルゴサウルス。ティラノサウルス科の肉食性恐竜で、ティラノサウルスよりも約860万年古い時代に生きていました。化石だけを画像で見ると、ティラノサウルスによく似ていますが、大きさも雰囲気も全然違うことが実感できる恐竜です。実物を見るって大事。それでは、どうぞ。ゴルゴサウルスが生きていたのは、中生代、後期白亜紀、約7660万年前から7510万年前の北アメリカです。当時の北アメリカは、メキシコ湾から北極海につながる浅い海、ウエスタンインテリアシーウェイによって東西に分断されていました。ゴルゴサウルスが住んでいたのは、西側の大陸、ララミディアの北の方。現在のカナダ、アルバータ州あたりです。ララミディアは、日本の国土の3倍ほどの大きさ。現在の北アメリカの5分の1くらいの大きさです。あまり大きくない大陸であるにもかかわらず、体重1トンを超える大型恐竜がたくさん住んでいたことから、ララミディアの楽園と呼ばれています。現在のアフリカ大陸には、1トン超え哺乳類、ゾウ、カバ、キリン、サイがいますが、もっと狭い5分の1サイズの大陸に、1から2トン超えの大型恐竜が10から20種類いる感じなので、ほぼぎゅうぎゅう詰め。大型恐竜が狭い大陸でここまで多様化した理由は、はっきりしていません。ウエスタンインテリアシーウェイの周囲は、氾濫源や河川の周辺に広がる森林によって、温度変化が緩やかで、豊かな環境が安定して数百万年も続いたことが、植物食性恐竜が多様化した理由だったのかもしれません。ララミディアに住んでいた恐竜を紹介しましょう。図鑑やゲームに登場するくらい有名な恐竜が多いです。ララミディアの北には、鳥脚類のブリコサウルス、コリトサウルス、タラサウロロフス、ブラキロフォサウルス、角竜類のセントロサウルス、カスモサウルス、ガガケラトプス、モジョケラトプス、メデューサケラトプス、アバケラトプス、アケローサウルス、スティラコサウルス、ズールなどの鎧竜類、ステゴケラスなどの剣闘竜類、キロステノテス、トロードンなどのトロードン類、オルニトミモサウルス類。ララミディアの南側では、コスモケラトプス、ユタケラトプス、アグジャケラトプス、ペンタケラトプス、トロードン類のタロスなどが見つかっています。これらの多様な植物食性恐竜を捕食していたのが、ゴルゴサウルス、ラスプレトサウルス、テラトフォネウスです。すべてティラノサウルスの仲間。ゴルゴサウルスが最も北に住み、ゴルゴサウルスと同じか、少し南側にダスプレトサウルス。ララミディアの南の方には、テラトフォネウスが住んでいました。テラトフォネウスが衰退した後には、ララミディアの南に、ティラノサウルス上下のビスタヒエバー層が現れます。体重が2トン超えの捕食者が、少なくとも3族、住み分けしていたのは、驚くべきことで、哺乳類であれば、同サイズの獲物の奪い合いになってしまうため、住み分けが維持できず、淘汰されてしまうのが普通なのです。哺乳類ほど代謝が高くない爬虫類であるため、奪い合いになるほど獲物が必要なかった、とする説もありますが、ララミディアは、たくさんの大型生物が暮らせるほど、豊かな楽園だった、
と考える研究者が多いようです。不思議なことに、ララミディアでは南北で異なる種類の恐竜が暮らしていたようです。同じグループに属する恐竜集団が、なぜか南北に分かれて別種として繁栄したのです。ララミディアの南北を分断するような山岳、火山などはなく、生物の往来は可能だったと推測されています。少なくともララミディアの南部は、現在のアメリカ南部で見られる、バイユーという地形によく似ていたらしいので、南北で異なる特有の地形が広がっていて、異なる地形へ移動できなかったか。餌が豊富で、わざわざ移動する必要がなかったのかもしれません。ララミディアの北を支配した捕食者、ゴルゴサウルスを紹介しましょう。ゴルゴサウルスは、中生代、後期白亜紀、約7660万年前から7510万年前。カナダやアメリカ北西部に住んでいた肉食性恐竜です。体長は8メートルから9メートル。推定体重 2.5 トンから3トン。路線バスや漁船と同じくらいの大きさです。学名の意味は、恐ろしいトカゲ。ギリシャ語で、ゴルゴは恐ろしい、サウルスはトカゲです。ゴルゴという単語には、激しいとか、凄まじいという、アクティブに攻撃してくるイメージも含まれているようで、激しいトカゲ、獰猛なトカゲ、と訳されることもあります。分類はここら辺。ゴルゴサウルスは、ティラノサウルス科、アルバートサウルスア科に含まれます。同じ、アルバートサウルスア科に含まれるアルバートサウルスとは近縁であり、化石からは見分けがつかないほどそっくりです。ゴルゴサウルスの方が、アルバートサウルスよりも、600万年ほど古い時代に生きていたこと。脳幹の形が違うことから、別属とする説が一般的ですが、同属とする説もあります。アルバートサウルスは、ゴルゴサウルスよりも先に発見されているので、同属であるなら、ゴルゴサウルスという学名は消えてしまいます。1970年に、ベイル・ラッセル氏によって、アルバートサウルスとゴルゴサウルスは、同属、とする説が提唱されると、書籍、図鑑、発見された化石などから、ゴルゴサウルスの名前が消え、アルバートサウルス・リブラトゥス、とされた時期があったのです。2003年に、フィリップ・カリー博士によって、アルバートサウルスとゴルゴサウルスの詳細な比較が行われ、別属であるとされて以降は、別属とするのが一般的になりましたが、古い資料や展示物では、当時のままの表記になっていることがあります。化石の外見からでは、違いはほぼ見つけられませんが、別属とする根拠の一つとして、ゴルゴサウルスは、単独で化石が見つかるのに対して、アルバートサウルスは、様々な年齢の混ざった複数体の化石が見つかります。ゴルゴサウルスは単独で暮らし、アルバートサウルスは群れを作って暮らしていた、と考える研究者もいます。生きていた時代は違っても、暮らしていた場所は同じ、体格もほぼ同じなのに、活動スタイルが全く違っていたとすれば、面白いですね。ゴルゴサウルスが獲物にしていた多様な植物食性恐竜が、アルバートサウルスの生きていた時代までには、群れを作って探さなければいけないほど減っていたのかもしれません。ゴルゴサウルスの化石を見てみましょう。ティラノサウルスアカの仲間が全身ごついのに対して、アルバートサウルスアカは、ティラノサウルスアカに比べれば、ほっそりした骨格、上下に低くて面長の頭骨を持ちます。
ティラノサウルスやタルボサウルスよりは、ほっそりして見えますが、大きな頭、長い後肢、がっしりした骨格は、やはりティラノサウルスの仲間です。頭骨は上下に低く、鼻面がちょっと長いです。ティラノサウルス類によく見られる目の上の突起は、ゴルゴサウルスでは、眼下の上ではなく、前にあります。涙骨という骨が伸びたもので、涙骨突起と呼ばれます。ティラノサウルスやタルボサウルスの突起は、眼下の上にあり、涙骨ではなく、後眼下骨が盛り上がったものです。ゴルゴサウルスの場合、涙骨突起は、青年期では鋭角に尖り、老齢個体では、突起がなだらかになり、分厚くなったようです。鼻面の上には、ボコボコの突起があります。ボコボコは、ダスプレトサウルス、アルバートサウルスにもあります。下顎は、少し後ろに引っ込んでいます。歯は大きく、軽く湾曲しています。歯の総数は、64から72本。前上顎骨の歯は8本。上顎骨の歯は26から30本。歯骨の歯は30から34本です。前肢は短く、手のひらは内側を向いています。第1子、親指と、第2子、人差し指です。第2子の方が少し長いです。ゴルゴサウルスに、羽毛があったかどうかは分かっていませんが、鱗の痕跡が、顔、胴体、尻尾などに見つかっています。羽毛があったとしたら部分的だったか、成長過程や繁殖期などで、生えたり抜けたりしていたかもしれません。恐竜祭り。ゴルゴサウルス発見史。ゴルゴサウルスは、1913年に、カナダ、アルバータ州にて、化石ハンター、チャールズ・ヘイゼリアス・スタンバーグによって、発見されました。1914年に、古生物学者、ローレンス・ランベによって、ゴルゴサウルス、リブラトゥス、と命名され、1917年には、全身の復元骨格が作られています。ティラノサウルス類で、ほぼ全身の化石が見つかって、復元骨格が組み立てられたのは、ゴルゴサウルスが初めてなのですが、当時ゴルゴサウルスは、ティラノサウルスとは類縁関係がない、別グループの恐竜とされていました。なぜなら、ゴルゴサウルスより、一足先に復元されていたティラノサウルスは、化石が不完全で前肢が見つかっておらず、3本指で復元されていたことから、ゴルゴサウルスとは指の数が違うので、別属とされていたのです。楽園の終わり。約7000万年前あたりから、ウエスタンインテリアシーウェイが後退し、狭くなっていくと、ララミディアの楽園にも、終焉が来ます。ララミディアの鳥脚類と角竜類の多様性が、著しく減っていくのです。ゴルゴサウルスも、カンパニアン期が終わるより前に、衰退して消えてしまいます。興味深いことに、ウエスタンインテリアシーウェイは、南の方から北へ向かって、アパラチア大陸と陸続きになりながら、後退して狭くなっていったのですが、大型ティラノサウルス類も、南に住むテラトフォネウス、ダスプレトサウルス、ゴルゴサウルスの順に消えています。近年、恐竜は絶滅するまでにすでに衰退を迎えていた。という説がよく見られるようになりました。この説の根拠を調べてみたところ、ララミディアの鳥脚類や角竜類の衰退をもとに作られた説ではないか、と思えるのです。アジアやオーストラリア、南アメリカでは、多くの恐竜類の多様性はキープされたまま、約6600万年前の
白亜紀末の大量絶滅へ突入しています。ティラノサウルス類の系統図を見ると、テラトフォネウスの消えた後、同じ場所にはビスタヒエバアソウが、ゴルゴサウルスが消えた後には、アルバートサウルスが現れています。ビスタヒエバアソウや、アルバートサウルスが消えた後には、ティラノサウルスが現れています。北アメリカでは、ララミディアの楽園が消えたため、生物が衰退したように見えますが、衰退してそのまま絶滅に向かったというよりは、衰退から回復の途中で、白亜紀末の大量絶滅が起こった、と考える方が自然なのではないでしょうか。皆さんはどう思いますか？次回の恐竜は、フクイベナトル。まったねー。